ークラブリオです。スピリチュアルとサイケデリックスをつなげるというコンセプトで大麻、LSD、アヤワスカなどの正しい知識を広める活動をしております。2022年のシャーマンです。今回は合法のカンナビノイドの一つ、簡単に言うと合法大麻 THCH を吸ってみたっていうことで、この最高なセッティングですね。山の中で THCH を吸ってレポートしていきたいと思います。初めに言っておきますけど、今回俺は友達と来ていて、山や自然の中でトリップを楽しむときは絶対一人ではやらないこと、初心者の方は経験者の方と一緒にやること。 THCH ってのはテトラヒドロカンナビヘキソール。 THC の化学式とちょっと見比べてほしいんですけど、 THC はこのお尻の尻尾の部分ですね。ここが5個なのに対して THCH はここ1個増やしてで THC とは別の成分にしている。ヘキソールのヘキソってのはヘキサゴンの6っていう意味なんで、ここの尻尾の部分を6にすることによって法律をすり抜けている。 THC の10倍から15倍と言われている日本では合法な成分です。一説によるとここの尻尾が長くなるほど脳の中で結合しやすくなるなんていう話もあります。 THCH っていうのは実は本物の大麻の中にも含まれていて、完全に合成の成分ではないと。でこの合成カンナビノイドについては賛否両論で、かつての脱法ハーブの二の舞になるんじゃないかっていう声も結構あって、確かに歴史的にずっと人類が使用してきた大麻の方がデータもあるし安全性ははるかに保証されてはいるんです。ナチュラルな大麻の方がはるかに多いデータがあるのに比べて、最近のカンナビノイドっていうのはデータがまだまだ少なくて安全が保証されているわけではないんですね。ただ脱法ハーブ全盛期をリアルタイム大学生で経験した俺として、かつての脱法ハーブの第5世代とか第6世代っていうのはもう吸った瞬間に強烈にバットに入るものとか翌日嫌なダウナー感が残るものとかあって、そういうものと比べたら最近のカンナビノイドって明らかにクオリティが高いんですよ。何が言いたいかっていうと、大麻解禁した方がいいんですよ絶対。大麻にはデータがたくさんあって、もう何千年も昔から人類が使用し続けてきた歴史があるんです。ただ大麻は現状日本では所持が禁止されているので、今の日本で大麻を合法的に使用したい人のために THCH や THCB などの成分があるっていう。今後も引き続きカンナビノイドについてはチェックしながら、もし今後かつての脱法ハーブみたいに吸った瞬間にバットに入るものとか危険なものが出てきた場合、体に害を及ぼすものが分かったら、このチャンネルでいい部分だけじゃなくてちゃんと悪い側面も発信しようっていう感じで、粗悪なものが出てきたらこのチャンネルで警告しようと思ってます。で今回の THCH結構サティバみたいな軽くなる感じで抜けも自然に抜けるので、個人的に結構気に入ってるんですね。今回は芸者ブランドさんから提供していただいたこちらの THCH をこの自然の中で吸ってどう感じに作用するのかレポートしていきたいと思います。それでは行ってみます。言い忘れてたんですけど、今回も動画の最後でクーポンコードとプレゼント企画をやるので、ぜひ最後まで見てください。ということで早速まず1パフしてみたいと思います。 THCH 結構キックが強いんで、あんまり肺に溜めすぎない方がむせないと思います。2パフ目、これ味はパープルクラック味の方なんですけど、結構本物に寄せてる感じの味ですね。時間はね今14時44分、偶然ゾロ目。3パフした感じ結構やっぱまったりですね。若干もう気抜いてるとまぶたがとろーっと閉じてきてこういう目になってくるみたいなね。ポワーっとして日の光が差して気持ちいい。今日曇りなんだけどね、あそこからいい感じに光がポワーってなって、やっぱ自然との相性抜群です。ここはただの山じゃなくてね、パワースポットなんですけど、もちろんこうナチュラルでシラフの状態でもいい気が流れてるなって感じるんですけど、こうやってカンナビノイドを摂取して軽く変性意識状態に入ることによって普段よりも一層いい気の流れを感じることができる。意外と知られてないと思うんですけど、大麻と神社ってめちゃくちゃ関係が深いんですよ。神宮大麻っていうお札があるぐらいで、朝縄とかね、神社の縄大麻を使ってたりとか、文献にこそ残ってないけれど、ひょっとしたらかつては大麻を使用した変性意識の儀式が日本にもあったかもしれない。ないとは断言できないと思うんですよね。だってその神事と朝と変性意識って絶対相性がいいもん。
っていうことを感じさせてくれるバイブレーション。散歩後5分経過で今結構いい感じです。ブリッブリってわけじゃないんですけど、ふわーってこう上に持ち上げられる明るい感じ。体動かすのも全然苦じゃないっていう、まあサティバ系だなっていうね。景色が優しい風が海を伝って体に馴染んで心を溶かしたショーがボンガを脱却して宇宙の大霊大光明大活動を体にまします尊天に行き真我に目覚め、つまりハイヤーセルフとつながるってことだね。はい、時刻は3時53分ってことで、吸ってから1時間ぐらい経って、結構抜けつつあるのかな。ポワーっとした感覚がまだ残ってるって感じ。シラフでも割とパワースポットとかに行くと、ここ気がいいなとか気が通ってるなって感じることができて、であんまりスピリチュアルな世界にゆかりのない人って気ってどういうことなのって突っ込みたがる人もいると思うんですけど、日本ってめっちゃエネルギー大国で、もう ありとあらゆるところに気が通ってる国なんですよ。気がつくとか気をつけるとか、もともと気っていう感じの真ん中は米で、第二次世界大戦で日本がアメリカに負けて真ん中の字がバッテンに封印されるように、気を封印されるようにバッテンに変えられてしまったと。小さい日本っていう国があれだけ大きな国をビビらせたってのが凄まじすぎて、気っていう漢字が封じられてしまったと。そんな気がするって言葉も気だし、気がする、物質的な外側じゃなくてフィーリングでそう思うみたいなニュアンスで、そんな気がするって、俺はなんかそう感じるみたいなニュアンスで気がするってみんな使うけど、それが気なんですよ。気ってのは考えたり人に教えてもらったりするもんじゃなくて、感じるものだから、ここに流れてるって感じたらそれが気で、もっとシンプルに気持ちいいって思ったらそこには気があるんですよ。気をつけていってらっしゃいってのはエネルギーバイブスを味方につけて頑張れってことだし、日本人相当物質化されて目に見えない世界全否定の人もたくさんいると思うけど、日本と目に見えないエネルギーの文化っていうのは太古の昔からずっと続いてきたことなんですよ。今こそ日本はアメリカにこうされてしまう前の本当の姿に帰っていくフェーズなんですよね。物質的な外側の価値観、科学だって、俺は別に科学否定しないし科学好きだけど、誰かが作った誰かのアルゴリズムなわけじゃないですか。科学も大事、常識も大事、論理的に考えることも必要だけど、それよりも感覚ですよ。自分だけのもの、自分軸に帰ってくる感情やインスピレーションを大切にして生きるっていうのが自分らしく生きるっていうことなんです。ちょっと抜けてきたのでここらでもう一服入れたいと思います。今度はね、スーパーブッダクッシュっていう別のフレーバーを試していきます。こっちの方が爽やかで個人的に俺は好きな味かなって感じですね。で、一応このベイプの部分ガラスでできているので慎重に扱ってください。俺瞑想した時にお尻で踏んじゃってちょっとひび入っちゃいました。まだ吸えるんですけど、皆さんも気をつけてください。根っこすごくない？バーって木ってこんなにも広がってるんだねっていうね。広がりだよね、自然の本質って。広がり広がり広がり。
日本に元からある宗教観ってのが神道って言って、神社が神道なんだよね。で神道ってのは自然信仰、例えば太陽とかアマテラスっていう神様だし、自然に命が宿ってる、自然に神が宿ってるって考えをアニミズムって言うんだけど、日本はそのアニミズムでさ、ナルトってやばいと思うんだよね。ナルトってしれっとさ、もう技名でアマテラスとかさ、スサノオとかさ、日本の神様の名前をスッと子供たちにすり込んでて、アマテラスって言葉とかスッとあのアマテラスでしょって入りやすくなってるし、チャクラっていう考え方もしれっとチャクラとか言ってるし、ハンターハンターとかね、呪術廻戦とかね、鬼滅の刃とかそうだけど、少年漫画って本当にすごいなっていう。作者の皆さんはどうしちゃってるんだっていう。サイケデリックスの経験があるのか、内因性 DMT でバコーンってこう下ろしてね書いてるのか。なんでああいう少年漫画が爆発的に世界的にヒットするかっていうと、心理だからなんですよ。人の潜在意識に訴えかける心理がああいう漫画には含まれてて、例えば主人公がみんなバカじゃん。バカだけど超根性あって夢を諦めない、海賊王に俺はなるとかね、ほかげになるってばよとか言ってアファメーションをしてるわけです。メッセージを、なりたい自分の姿を言霊にして潜在意識に落とし込んでて、バカで素直なやつが最強っていうのもあの漫画にはメッセージとして込められてる。だって素直って一番エネルギーの通りがいいから。呪術廻戦とかナルトとかさ、サスケだったり伏黒だったりね、なんとなくクールでちょっと左脳的っぽいキャラクターがライバルにいるんだけど、でもやっぱりソウルです、右脳でバカまっしぐらの主人公にはかなわないんだよ。最もシンプルな子供のようなきらめきってのは最強です。それはまっすぐで自然そのものだから。俺は子供の気持ちを忘れたくないよ。俺はバカでいたいし、バカっていうのは褒め言葉だし、バカってのは馬と鹿を見間違えるくらいに夢中だっていうことだから、そんだけ夢中で人生をサーフィンしていこうぜって話。ビッグラブ。今日毘沙門天を見て思ったのは、毘沙門天って俺すごいゆかりが深い神様って言ったけど、みんな怖い顔してて、でやっぱ戦いの神様だから怒ってる顔してるんですよ。で俺の中にも当然怒りはあって、おかしいだろ、いや大麻取締法おかしいだろ、ホーリーメディスンを吸ってるハッピーな人を逮捕してぶち込むなんてありえねえだろっていう怒りがあって、でそういうなんかこう怒りってスピリチュアル的にはネガティブなものとして捉えられがちだけど、俺は自分の中にある怒りを許して、本当に許せて、その怒りを怒りとしてなんかこう人殴ったりとかね、なんかブチギレてるだけだったらそれは確かに良くはないことだと思うけど、湧き上がってくる感情を否定しないってこと、湧き上がってくる怒りを俺は行動力に変えて、そういった怒りがあるからこういう活動をずっと続けられてるし、怒りは錬金術でラブに変えていけばいいんだよ。だからネガティブな感情って言って否定するんじゃなくて、怒りとか悲しみとか落ち込んだりとかいろんな感情、ハッピーじゃない時も俺らいっぱいあるけど、湧き上がってくる感情を否定しないであげてって、どんな自分も愛してくださいって、そういうメッセージを受け取りました。めちゃくちゃやばいことが書いてある。神木みちみち奥宮へ。今回の山で感じたのは、俺今回めっちゃいいトリップ、すごいいろんな気づきがある深いトリップだったんですけど、摂取する成分の薬理作用だけに頼るんじゃなくて、こうやってセットとセッティングを整えて、自然の中とか信頼できる友達とかっていう風に整えてトリップを楽しめば、たかだか THCH 数パフなんですよ。10パフもしてないぐらい、エフェクトだけで言うとほんのり効いてるぐらいの作用なんだけども、それでもこうやって山とパワースポットを歩いているっていうだけで深い気づきがあって、成分だけに頼るんじゃなくてセットとセッティングを極めていくことで人生を楽しむ練習になります。感覚、セットとセッティングってのは日々の暮らしにも役立てることができる。はい、ということでここからエンディングです。やっぱ自然の中、こういうパワースポットに来ると自然とこう出てくる言葉もめっちゃスピリチュアル的になるっていうかね、カンナビノイドで目に見えない世界とつながって生きる、自分を受け入れるっていう旅でした。
今回 THCH を提供してくれた芸者ブランドさん、割引になるクーポンコードを概要欄で発行しております。欲しいって方いたらぜひ下からお願いします。それから Twitter で視聴者プレゼント企画も開催するんで、ぜひ SNS をチェックしてください。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。最後にここにあるいいエネルギーを、ビッグラブをここで練って皆さんの画面の向こう側まで満たして、皆さんの日常が明るくハッピーでキュン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 気づきや発見や成長に満ち溢れた素敵な毎日でありますように、ビッグラブを送っております。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next.